日はホワイトチョコのチーズテリーヌを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はホワイトチョコレートのチーズテリーヌを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ホワイトチョコレートとあとはチーズテリーヌを掛け合わせた美味しいスイーツを作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、ホワイトチョコ、生クリーム、卵、レモン汁、薄力粉。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まずこちらの生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。で、卵のサイズはね、M サイズです。こちら L サイズを使っていただいても OK です。今回ね、甘さはホワイトチョコレートだけの甘さなので、お好みでお砂糖を少し加えていただいても OK です。そして今回は18センチのパウンドケーキ型を使っていきます。ここにですね、オーブンシートまたはクッキングシートを長方形に切って、あとは4箇所交互に切れ込みを入れてください。そしてこちらを型の中に敷いておきます。はい、これで OK です。こちらの型の準備は生地を作る前に必ず行っておいてください。それでは今から作っていきます。では早速作っていきます。まずこちらのチョコレートを細かく刻んで湯煎で溶かしていきます。で、面倒な時は手で細かく砕いていただいても OK です。では刻んでいきます。はい、このぐらい細かく刻みます。ではね、残りも同じように刻んでいきます。はい、刻み終わりました。このぐらいね、刻んでください。そして刻んだものはね、このようにボウルに入れましょう。そしたらね、別のボウルにだいたい60度前後ぐらいのお湯を入れてください。そしてここにボウルを乗せて、で、湯煎でね、溶かしていきます。チョコレートはね、必ず湯煎で溶かすようにしてください。で、この時ね、お湯がチョコレートの中に入らないように注意して溶かしていきましょう。はい、OK です。チョコレートはこのようにね、綺麗に溶かしてください。で、そしたらね、ボウルから外します。チョコレートの準備はこれで OK です。それでは続いてクリームチーズ生地を作ります。まずボウルにクリームチーズを入れます。この後ね、クリームチーズを練るんですけれども、まだちょっと硬い状態なので、一度こちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。もしね、もう常温に戻した状態でクリームチーズが柔らかい場合は、こちらの電子レンジで温める工程は省いていただいて OK です。では温めます。はい、30秒温めました。そしたらこちらを練りましょう。で、この時まだ硬い時はプラス10秒ほど加熱してみてください。はい、このぐらい柔らかく練れば OK です。それではここに卵を割り入れます。もうね、直接割り入れちゃって OK です。そして泡立て器でよく混ぜましょう。はい、混ざりました。で、このようにね、滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。で、まだね、ちょっとクリームチーズのつぶつぶがあっても大丈夫です。で、そしたら卵をね、もう一つ加えます。そして混ぜましょう。はい、OK です。では続いてここに生クリームを加えます。そしてレモン汁も加えます。で、これでよく混ぜましょう。ここに薄力粉を加えます。そしてよく混ぜます。クリームチーズ生地はこれで OK です。それではね、こちらのクリームチーズの生地の中に溶かしておいたホワイトチョコレートを入れていきます。こちら一度に加えちゃって OK です。そしてよく混ぜます。はい、生地はこれで OK です。でね、まだ少しクリームチーズのつぶつぶが残っているので、一度こちらをこしたいと思います。では生地をこしていきます。で、ちょっとね、量が多いので少しずつこしていきます。はい、こし終わりました。こしていただくとこのようにとても滑らかな生地になります。では用意しておいた型の中に生地を流し入れます。はい、これで OK です。そうしましたらね、バットを用意して、ここにキッチンペーパーを3枚ほど重ねておきます。そしてここに型を乗せましょう。あとは80度ぐらいのお湯を注ぎ入れます。で、今回はね、湯煎焼きしていきます。はい、OK です。それではこちらを160度に予熱したオーブンで50分焼いていきます。途中で焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせて焼き続けてください。で、もし焼き色をつけたい場合はそのままね、様子を見ながら焼いていただいても OK です。それでは焼いていきます。は
はい、焼き上がりました。このようにね、ふっくらと焼き上がってます。それではこちら取り出します。そうしましたらケーキクーラーなどの上に置いて一度このまま粗熱を取ります。はい、しっかり粗熱が取れました。そうするとね、このように表面も落ち着いてきます。で、そしたらここにふわっとね、ラップをかけてこのまま冷蔵庫で半日冷やします。はい、冷蔵庫で半日冷やしました。かなりね、ずっしりとした仕上がりになってます。それでは型から取り出します。よいしょ。はい、こんな感じです。で、オーブンシートを剥がします。では最後ね、上に粉糖をかけます。こちらはお好みで OK です。これで完成です。それでは切りたいと思います。で、切るときはね、少しナイフを温めていただくと切りやすくなります。あとはね、お好みの幅で切ってください。はい、断面はこんな感じでとってもずっしりしっとりな仕上がりになってます。はい、これでホワイトチョコのチーズテリーヌの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じでとてもしっとり濃厚な仕上がりになってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。とてもクリーミーですっごく滑らかです。甘さに関してはホワイトチョコレートだけなので、そこまですっごく甘くなるわけではなくて程よい甘さなので、甘いのがお好きな方はちょっとね、お砂糖を加えていただいてもいいかなと思います。クリームチーズのね、さっぱりとした感じがあると思うんですけど、そのさっぱり感がホワイトチョコレートによってとてもまろやかな仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のホワイトチョコのチーズテリーヌのポイントです。まずホワイトチョコレートなんですけれども、こちらは湯煎で溶かすようにしてください。湯煎で溶かすと少しね、時間かかるんですけれども、電子レンジで使ってしまうとね、焦げてしまう時がありますので、湯煎で綺麗に溶かすようにしてください。そして生地についてなんですけれども、全部ね、材料を混ぜた後は一度こしてください。そうすることでとっても滑らかな仕上がりになります。しっかり混ぜてもね、どうしてもクリームチーズのつぶつぶが残ってしまう時がありますので、この工程はね、ぜひ省かずにやっていただけたらと思います。そして焼き上がった後は型に入れたまましっかりと粗熱を取ってください。そして粗熱が取れて冷めたら上にラップをかぶせて冷蔵庫で半日置いてください。そうすることでとてもずっしり濃厚、滑らか、しっとりな食感に仕上がります。あとはね、こちら先ほども言ったんですけれども、今回ホワイトチョコレートだけの甘さを利用してますので、もし甘党の方は少しお砂糖を加えていただくか、あとは甘いホイップクリームと一緒に召し上がっていただくといいかなと思います。ここにね、アイスを添えていただいたりとか、あとはね、蜂蜜とかかけていただいても美味しいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。濃厚しっとりでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はホワイトチョコチーズテリーヌを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさん色の動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。